やー、梅雨ですね。そんな時はさっぱりと、青唐辛子だれの雲白肉というメニューを今日はお伝えしたいと思います。雲白肉はですね、中華料理を食べに行った時にメニューに載っていれば必ず食べるメニューの一つですね。やっぱおつまみに最高。うん、うまい。いやー、いいですね。やっぱりこの組み合わせ最高だな。この時期にぴったりだと思います。いやー、梅雨ですね。ジメジメして嫌ですね。そんな時はさっぱりとちょっとピリ辛なタレで食べる雲白はいかがでしょうか。青唐辛子だれの雲白というメニューを今日はお伝えしたいと思います。雲白はですね、中華料理を食べに行った時にメニューに載っていれば必ず食べるメニューの一つですね。おつまみに最高。食べようと思えばご飯も食べれる。で、雲白って雲白肉って書くんですけど、おそらく、予測ですけど脂身のこと言ってるんですね。パイローって。他にもパイローってつくお鍋とかありますからね。というわけでお伝えしてまいります。では材料ですね。まずは豚バラ肉なんですけど、しゃぶしゃぶ用だと薄すぎる。こうやって折り折りして三つ折りみたいになってるお肉ありますよね。だからほんのり厚め。生姜焼きよりちょっと薄いぐらいかな。これね、絶対売ってると思います、スーパーで。それを使います。それからきゅうり、長ネギで、タレが青唐辛子、にんにく、醤油、みりん、すし酢、オイスターソース、砂糖ね。非常に簡単なでございますね。それでは青唐辛子とにんにくをみじん切りにしていきます。これね、すごい細かいみじん切りにします。で、青唐辛子って買うと多分15本ぐらい入ってるんですよ。で、持て余すじゃないですか。その時はお醤油に漬け込んどく。そして意外に使えますよ。それをそのまま、お豆腐に冷ややっこにかけたりもできるし、なんか焼いたお肉にかけてもいいし、お刺身つけてもいいですよね。未だによくやりますけどね、この触った手、これで麺とか触れたらもう地獄ですからね。こんな感じですね。結構細かめ。にんにくも同様ですね。で、同じように叩いて細かくします。はい、こんな感じかな。そしたら別の容器に入れて、でここに調味料加えていきます。オイスターソース、みりん、すし酢、お醤油、砂糖で、にんにくは粘度のある成分が入っていて、このまましばらくつけておくとちょっとソースとろっとしてくるんですね。そのとろっとした頃がいいかもしれないですね。みじん切り結構細かくしてるので割とすぐとろっとすると思います。はい、これでソース完成ですね。そしたら付け合わせの野菜も合わせて切っておきます。今日はきゅうりと長ネギですね。斜めに切ってまっすぐ切る。切ったら長ネギと一緒に水にさらしておきます。最後お肉ですね。工程的にもこの順番の方がまな板洗わないで済むからいいと思いますね。サイズどうだろう、4等分ぐらいかな、この長さだと。こういう感じで、このぐらいでお肉をさっと湯がいていきますが、ちょっとだけお酒、ちょっと臭み取りですね。そしたらお肉入れていきます。あんまり火入れしすぎたくないんですよね。もう最初のやついいんだよ。こんぐらい。そしたら冷水。冷水。10秒ぐらいじゃない？11、2秒って感じかな。
OK ですね。お肉をざるにあげて、お肉拭いてお皿に並べていきます。綺麗な白肉ですね。はい、綺麗に並べて、最後に先ほど水にさらした野菜の水を切ります。これね、スピナー使うといいですよね。スピナーありますか、家に？ないです。なんで？めっちゃ便利じゃん。だってで水を切ったらきゅうりとネギを軽く混ぜ、一緒のなんか混ぜ込んでやっていいですね。でふわっとのせる。で最後にこの唐辛子のタレですね。もう少し置いた方が本当はいいけどね。はい、完成です。通常雲白肉のタレってもう少しなんか重めのちょっと赤茶っぽいかな、豆板醤とかが入ってるものが多いと思うんですけど、こうやってねちょっとあっさりめのタレもいいかなと。野菜を包んで、うまい。いやー、いいですね。やっぱりこの組み合わせ最高だな。酸味に酸味だからね、寿司酢入ってますから。そんなにねこの青唐辛子辛くなかったですけど、3本入ってるんで通常であれば結構激辛の部類に入る辛さだと思いますね。で先ほどもお伝えしたように今日パッと流れでタレかけましたけど、タレもう少し置いてもいいですね。そしたらもう少し粘度が出てこのお肉に絡みやすくなる。この時期にぴったりだと思います。ごちそうさまでした。